こんにちはゆっくりレ夢ムです。こんにちはだぜゆっくりマリサだぜ。今日は導入車のデラックス版、彦根城だよ。塗装の塗り分けが難しそうだな。下見板張りや格子窓の塗り分け難しかったよ。正直うまくできたわけではないんだけど、何かの参考になれば嬉しいです。久々のデラックス版だな。上角はかなりデフォルメされていて、月見櫓はかなりのデフォルメでスタンダード版にするか悩んだんだけど、なんとかポップな感じで制作できたらなと思うよ。まずは土台だな。これはグレーのサフで全面拭いといたよ。相変わらず、同じ工程ばかりだな。これでも、毎回試行錯誤しながら、進化しているつもりだよ。これはアクリルガッシュのトノコ色に少しグレーを混ぜてドライブラシしたよ。保持はしないんだな。最近編み出した手法でやるよ。ほう。どうするんだぜ。前々回の松本城や前々前回の熊本城でやったんだけどね。サインペンか。ブラウンと黒にしてみたけど、結局黒にしたよ。ブラウンは明るすぎるし、黒は強すぎるしまだまだ改善の余地ありかもな。ということで、石垣はざっとこんなものにするよ。だいぶまったりしているな。なので、グレーでウェザリングを入れておいたよ。石垣の一つ一つの塗りつぶしはしなかったんだな。今回はポップな印象を持たせてみるよ。うるさくならないようにしてみています。白はウェザリングペーストだな。乾燥するともっと白っぽくなるよ。まだこれでは物足りないな。ということで、白にはリアルサンドを巻いて、棒リッチで植林したよ。スケール感を考えて、ギガプランツを使用したんだな。私は、植林は加藤製ばかりを使用しています。早速、作事に入ったな。白い部分は下地に加えて、アクリルガッシュで漆喰色を作ってみたけど、筆の跡が随分残ってしまったよ。もう少し薄めないとな。下見板張りと格子窓は、まずはアクリルガッシュの焦げ茶を下地に塗ってから、エナメル黒にエナメルブラウンを混ぜて上塗りしたよ。塗り分けはうまくいかなかったみたいだが、装飾や重ね塗りはうまくいったな。口が綺麗に取れなくて、それでもいじりようがなくなってしまったよ。マスキングもしたけど、凸部に合わせる必要があったので、うまくいかなかったよ。主の腕もまだまだなんだぜ。面目もございません。ただ、気をつけて工夫したところもあるよ。屋根なんだけど、屋根の表はジャーマングレー、裏は白なんだけど、屋根の縁の部分はもちろんのこと、裏甲もしっかりと塗装したよ。ほう確かにくっきりしている感じだな。模型では裏甲までは再現されていないけど、屋根の裏側の縁を裏甲に見立てて、ちゃんと塗装したよ。そうなんだな。今までやってなかった試みだな。これね。屋根の裏側の裏甲になる部分を塗ることで、建物が引き締まって見えるようになるよ。わかった。島光さんのブログを見たんだな。お察しの通りです。加藤窓の縁が残念だな。細すぎて、面相筆でもうまくできませんでした。まあ、なんとか仕上がってきたな。彦根城そのものの豪華さに助けられているよ。裏甲を塗装するのはまた進歩だな。すっきりしているぜ。ちょうどこの角度だと、真ん中のハフのハフ板との境目がくっきりしたよ。確かにな。2層目部分が出窓になっているけど、本物は実は出窓ではないんだよ。導入者の苦渋が伝わるな。付け櫓と多聞櫓、月見櫓を作事して、塀を備えたら、いよいよ完成だよ。さらに植林したら、雰囲気出てきたな。彦根城天守閣は無論国宝だけど、付随している、付け櫓と多聞櫓も国宝なんだよ。もっとも付け櫓と多聞櫓合わせて一つの国宝なんだけどね。屋外撮影だな。ただここからもう一つ工夫してみたよ。やっぱり屋根がね、まったりしているかなと。前々回の松本城みたいに屋根瓦の劣化を表現するんだな。ということで、天守は平成に瓦吹き替えられているから、エナメルブラックで、それ以外は、明灰白色でムラをつけ劣化を表現してみたよ。
確かにさらに雰囲気出たかな。明灰白色での村の付け方はプラム松本城の辺を見てもらいたいんだぜ。これで、完成だよ。色々苦戦したが、やり方も色々効率的にできるようになってきたな。なんやかやで、この動画も30回目を迎えることができたよ。いつもご覧いただいている方、初めての方、ありがとうございますなんだぜ。ありがとうございます。なあ、彦根城は言わずもなく、いい藩のお城だ。そうだよね。不代大名の藩に過ぎないのだが、彦根城は天革新で築城されたんだ。そうなんだ。いい藩が重要だったってことなのかな？関ヶ原後、徳川四天王の井伊直政は近江の国18万石に封じられた。直政は当時入城した、三成の沢山城を嫌っていた。湖畔の磯山に新城築城を予定していたが、直政自身が関ヶ原の傷が癒えず、家督を継いだ直継の家老であった木俣盛勝が、慶長8年1603年に彦根山に彦根城を築城した。尾張藩や越前藩など7カ国12大名が手伝いを命じられる天革新となった。無論、大阪への抑えだったのは言うまでもない。そういうことなんだね。慶長11年1606年には天守が完成し、直継が入城している。大阪の陣に間に合ったね。大阪の陣で豊臣氏滅亡後、元和2年1616年彦根藩により第3期工事が開始され、御殿が建造された。そして、元和8年1622年、すべての工事が完了し、彦根城が完成した。天革新ですぐに築城されたと思ってたけど、最終完成までは長い年月がかかっているんだね。その後も石は加増を重ね、寛永10年1633年には徳川幕府下の不代大名の中では、最高となる35万石を得るに至った。さすが石は不代大名筆頭だね。実は国宝彦根城天守は、元は大津城の天守を移築したものと言われている。そうなんだね。大津城天守は45階だったが、幕府への遠慮のためか、あえて30に縮小して移築したと言われている。大津城天守はどんなに立派だったんだろうね。このことによって、彦根城天守はずんぐりした外観になっている。確かにね。昭和の解体修理の時に、天守の溶剤から転用されたものとみられる、部材が確認されているんだ。天守の構造は通し柱を用いず、各階ごとに積み上げられている。1階窓には突き上げ窓、20名以上の窓は全て下等窓を配されている。最上階には実用ではない、周り円と高欄が設けられている。そして、豪華絢爛な破風だ。角十に千鳥破風、切妻破風、入母屋破風を詰め込みに、詰め込んであるんだぜ。小ぶりでも、すごく豪華なんだよね。彦根城が一番好きっていう人も多いみたい。ああ、そうだな。同流者の彦根城にはデフォルメながらも月見櫓も付属している。これは別名月見櫓とも呼ばれていて、明治までは残っていた櫓だ。当時は山麓の表門から見上げると、天守と共に見えた建築物だぜ。もっとも当時の写真ではこの月見櫓はもっとずっしりした外観だったぜ。どうせなら天秤櫓まで再現されていればいいのにね。そうだな。1280でなく、1350あたりでできないものかな。ほんとだよね。最後におまけなんだけど、動画編集が終わりかけの頃に、突き上げ窓も手作りしてみたよ。おお、うまくできたな。0.5 ミリのプラ板カットして、0.5 ミリのプラ棒でつっかえ棒もつけてみたよ。まずまずじゃないか。今日もお城築城動画をご覧いただき誠にありがとうございます。誠にありがとうございますなんだぜ。もし、この動画が良いと思っていただけたら、いいね、コメント、チャンネル登録を、よろしくお願いいたします。じゃあ、